脳は体内に取り込まれた酸素を 20% も大量消費します。それでは頭と胴体が離れてしまったらどうなるのでしょうか。どうもこんにちは、りなです。今回はギロチンにかけられた人間の首はどうなるのかについてお送りいたします。他にもどうなるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では検証開始です。ねたざんまいネタ三昧。どのように罰していた？かつてヨーロッパでの処刑は剣や斧による斬首刑が一般的でした。とはいえ素人の処刑人がやると仕損じてしまうこともあったのだとか。そうなると処刑人は「ああごめん、ミスったからもう一回ね」としていたのです。また人間の首の骨はそれなりに頑丈であり、斬首し続けると剣の刃はボロボロに。そのため処刑の数が多い場合は剣や斧を複数用意する必要がありました。その過程で多くの処刑人が「もう切りつかれたよ」とドロップアウト。そんな中処刑人のミスや疲労を減らすものとしてギロチンが台頭していくのです。どうして生まれた？フランスでは当時絞首刑や火あぶりなどの処刑方法がメインでした。しかしこの方法、死刑囚にとって苦しむ時間が結構長め。この死刑囚はつらいよ的な状態に医師のジョゼフ・キヨタンが異議を唱えました。彼は身分に関係なく機械で首を切れるようにしようよと提案。そして1792年4月4日、パリにてギロチンが初めて使用されました。ちなみに最初の犠牲者は追いはぎ強盗の犯人でした。その後1978年までギロチンは使われ続けたのです。切ったらどうなる？ギロチン導入後間もなくしてとある実験が行われました。それは切り落とした生首の反応を調べ、どのくらいの間意識があるかというもの。1793年、暗殺犯シャルロット・コルデーはギロチンにかけられました。その直後、一人の男性が彼女の頬を叩くと、彼女の顔は「痛いじゃないの!」と言わんばかりに怒りの表情を示したのです。また1905年、アンリ・ランギルの処刑でも同様の実験が行われました。医師は処刑直後のランギルの頭がピクピクと動いているのを目撃。ランギルと呼んだところ、彼は「んだよ」と医師の方に目を向けたのです。記録ではこの反応が25秒から30秒続いたとされています。さらに1945年、アメリカ・コロラド州の農場では驚くべき出来事が起こりました。ここに住むマイクは首を切られてからも「なんすか?」と歩き続けたのです。斬首された後、脳幹と片方の耳の大半が残り血も固まったのが歩ける理由とされています。マイクはすくすくと成長し、その後18ヶ月間も生き続けました。もっともこのマイクは人間ではなく鶏。農場に住む夫妻の夕食のために首を切られたのです。人間の場合、生命維持を司る脳幹は頭蓋骨の中にあり、マイクのようにはいきません。結論、今日ギロチンされた体と頭は次のような理由で死ぬと考えられています。それは気絶や出血、血圧の低下、酸素欠乏などです。切断された体はその後60秒程度で心臓の動きが完全に停止します。頭部には最大7秒間機能し続けられる酸素が残っていますが、理論上のもの。目や口が動くのは無意識下での筋肉の反応によるものとされています。首が落とされた後も意識があるかどうかはギロチン台に立たなければ分かりません。ご視聴
ありがとうございました。ご登録お願いします。